はい、こんにちは。うどんです。今回は、NZXT-H1 っていう PC ケースなんですが、4月に発売されたもので、発売前から目はつけていたんですが、この白いシンプルな見た目に、要は一目惚れしちゃったわけです。ただ、拡張性とか冷却性能とかが気がかりで、なかなか購入に至らなかったんですが、結局ポチっちゃいました。ここまでは自作ケースの動画でもお話ししたところなんですが、その後、新コロの影響か、このケースの人気のせいかわかりませんが、入荷は9月頃の予定と連絡がありまして、気長に待つかと思っていた矢先に、いきなり送られてきました。嫌いじゃないですよ、サプライズ。というわけで、開封してパーツを組み込んで、冷却性能どうなんでしょうっていうところも、ちょこっと見てみようかと思ってます。で、ちなみに左にあるのが、H1 を模して木材より作られしうどんケース0号機で、右にあるのが、その0号機のコピーとして現在建造中のうどんケース初号機です。で、とりあえず、そのまま生まれたままの姿で送られてきましたが、中身のクッションが分厚かったので大丈夫でした。ただ、納品書のビニールが、そこに貼るっていう位置で、剥がそうとしたらもうぐっちゃぐちゃ。で、このケースは対応するマザーボードのフォームファクターが、ミニ ITX という小さいやつで、本体はスチール製、フロントパネルは強化ガラスっていうことです。で、これが若干固めの隙間どこかわからずで手こずりますが、ネジを回さずに取り付け、取り外しができるので良いです。で、電源と専用設計の CPU クーラーが付属しているのも特徴。なので価格も5万円前後とちょっとお高めです。ただいろいろ計算していくと、結構妥当な、あるいは良心的な価格になるかもです。ストックのクーラーは簡易水冷で、ラジエーターが 140mm で、一般的には水冷ヘッド部分にポンプがあるらしいんですが、で、これはラジエーターの真ん中にポンプがある珍しい仕様です。付属の電源は SFXL サイズで、650W の80プラスゴールドで、結構高出力なんで、GPU の選択の幅も広いでしょうか。あとプラグインタイプです。で、グラボは付属の PCIe のライザーケーブルで裏に設置するタイプで、このケーブルが結構地味に高かったりするんですよね。で、グラボの長さは 145mm の幅広のグラボだと長さが 265mm まで。で、128mm 幅のグラボなら 305mm まで。で、厚さは 2.5 スロットまでっていうことです。で、メモリにも高さ制限があって45mm まで。で、ピカピカ系メモリだとちょっと干渉しちゃうかもです。で、2.5 インチベイが2つ。フロントっていうかトップの IO ポートに、USB 3.2、ジェネレーション2でタイプ C ポートもありますが、でっかい GPU を搭載できるってこと以外は、ほぼ拡張性はない感じです。で、付属品ですが、CPU クーラー取り付け金具は、インテルにも AMD にも対応しているものがありまして、で、その他説明書に書いてない謎パーツもあり、で、マザーボード用のネジがフラットなネジって書いてあるのに丸鍋ネジだったり、なんかありがちなあれです。とはいえ、一通り触ってみた感想は、もうめちゃくちゃ良い。デザインだけじゃなくて本体の作りもいいし、ほぼネジを回さずにメンテナンスできそうだし、なんか満たされちゃいそう。で、組み込んでいくパーツですが、インテル第10世代とか、ライゼン4000番台とか乗せて、ゲーミング的な用途のサブ PC を考えてましたが、今回は間に合わなかったんで、メイン PC からの移植手術となります。で、ベンチ台で組み込みながら、さらっとパーツ紹介ですが、先日セレロン動画で使用しました、マザーボードがアスロックの Z390 ファントムゲーミング ITX-AC と、メモリが G スキルの、2枚で 32GB のオーバークロックのやつ。で、メイン機から、9900K の CPU と、M.2 の、インテル
760p、256GB の SSD と、で、Radeon Vega 64を取り出してのオペとなります。新たな筐体を得て元気な姿を見せてくれることを願ってます。で、組み込んでいくんですが、電源と CPU クーラーは不足してるので、あとはマザーボードとグラボを取り付けるだけの、簡単なお仕事かと思ってたんですが、結構あれでした。とりあえず、まずはラジエーターの部分を良い感じにパカッと開けまして、で CPU クーラー取り付け用の金具をマザーボードに取り付けまして、っていうか裏に取り付けるパネルなんですが、なんかエンプラでした。金属よりも曲がらなそうな感じはありますが、放熱性どうなんでしょう。で、手を切らないようにバックパネルを取り付けます。これ気をつけてください。私は以前にやらかしてますんで。で、マザーボードを乗せてビス止めして、で、ちょっと枠が邪魔でドライバーが斜めになってやりにくいです。で、水冷ヘッドですが、最初からグリスが塗ってあるので、そのまま CPU に取り付けられます。で、グラボ用のライザーケーブルやフロントパネル用のケーブルなども取り付けて、で、ブザー、ビープ音のスピーカーを取り付けようとしたら、またメモリが邪魔しやがりました。で、グラボも取り付けまして、で、最後に外側のパネルを取り付けたら完成です。で、スイッチオンして起動しましたが、なんか画面映らないし、変な嫌な音がしました。で、画面の方はマザボ側の HDMI ポートに刺さってたためで、グラボの方へ挿したら映りました。で、変な音ですが、中身を開けて確認してみると、かつて掃除機に吸い込まれた、例のブザーが、今度は冷却ファンに頭を突っ込んでました。その後無事に目覚めました。で、冷却性能についてですが、H1A 変更する前と後とで、CPU 低角動作と、5GHz にオーバークロックした場合の、それぞれの温度を測ってみました。で、ちなみに変更前のクーラーは、コルセアの 240mm の簡易水冷のやつで、あとデータ採取下手くそでごめんなさい。で、まず、シネベンジャー R15 をそれぞれでやってみまして、スコアの方はほとんど変わらないので省略しまして、で、温度変化をグラフにしてみました。で、一番温度が高いところはマルチコア性能を計測している時で、定格ならいずれでも問題ない温度ですが、やっぱりオーバークロックすると、危険水域に来る感じでしょうか。特に H1 の方が温度が高いようです。で、CPU-Z のストレステストも、10分間ぐらいやってみました。で、さっきと同じようにグラフにしたのがこちらですが、こちらはさっきよりも明確に、H1 でオーバークロックした時の温度が高かったです。ただ定格の場合はやっぱり問題なさそうでした。H1 で 9900K は無理かなと思っていたんで、正直ちょっと意外、サプライズ。で、突然なんですが、やっぱりプレゼント企画とかも必要だなっていうことでやっていきたいんですが、応募とか、抽選とか、匿名配送とか、その辺ややこしくて、方法を確立して、その準備ができたら、また動画で詳細のお知らせをしようかなと、考えてます。なので、ぜひチャンネル登録よろしくです。物は用意できてるんで、6月中にできたらいいなと思ってます。というわけで、NZXT の H1 で、メイン PC を移植してきましたが、単純に言って最高。見た目もシンプルですっきり。設置面積も狭く済むのですっきり。お財布の中もお金少なくなっちゃってすっきり。最後に、この動画がどこかに刺さりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。今回は以上です。はい、ありがとうございました。